そう、ここで事を構える気はないよね。賢明な判断で安心したわ。このまま夜襲を仕掛けますか？間合い的には十分可能ですが。やめておきましょう。この先はまた大軍が展開できなくなる。消耗戦に持ち込まれては不利なのはむしろこちらの方よ。それに劉備の本体を一度引きずり出しただけでも十分な成果でしょう。ですね。部隊の編成をし直して今日はここに陣を構築した方が良いかと。そうしましょう。ではこちらの損害を確認してすぐに報告を。任せるわ。これが最後の大きな休息になるでしょうしね。よい。ではあとは任せる。カズとは私に付き合いなさい。言いなさい、カズト。あなたの不調のことよ。何を隠しているの？嘘ではないわね。ならいいわ。部署に戻りなさい。カズト、私は今まで私の欲しいものは必ず手に入れてきた。手に入らなかったのはたった一人、バトウだけよ。だからあなたも私のものにしてみせる。いいわね。嫌とは言わせないけれど。バカ。何？いちいち言わなくても分かっているわ。あなたの居場所はここしかないのだから。ねえ、シェレンさん。何？ごめんなさい。何を謝ることがあるの？これだけの軍を相手にあれだけの兵隊さんしか貸せなかったから。構わないわ。貨幣で大軍を破るのは戦術の妙。それを使いこなせなかったのは私の責任。でも孫作さんたちが無事でよかったです。そうだよね。だって私だけじゃ目の前に広がるこの光景を見たら腰が抜けちゃうかも。曹操はすごい大軍なのだな。地を覆い尽くす大軍か。この軍を破る作戦はあるのか、呉の軍師殿。貨幣で大軍を破ることの基礎は相手の虚を突くことだろう。しかし曹魏の軍は士気高く、将も一騎当選の戦巧者ばかり。とても油断などしそうにないな。じゃあ勝てないってことかよ。そうは言っていない。虚がないのならこちらで作るまで。そうだろ孔明。
はい。そのために私たち軍師がいるんですから。この戦、皆さん全員の協力があれば必ず勝てましょう。シュリちゃん、気にしないであげてください。では皆の配置を説明する。しかしくれぐれも孔明のように気張りすぎて自爆してはならんぞ。わかった。平常心だな。平常心なのだ。そうそう、間違っても噛むぐらい緊張してたらダメよ。カリン様、全軍の展開完了いたしました。ありがとう。伏兵の気配は？今のところありません。しかし相手は伏龍孔明と周公金。警戒を怠らないよう徹底させています。結構。カリン様、お体の具合は？問題ないわ。皆には心配をかけたわね。もう昨日のようなことはないわ。安心して。間違いなく籠城はないわね。もともと籠城戦は増援が来ることを前提とした策ですから。孫悟が応援に来るなら意味もあるでしょうが、その孫悟はすでに城内です。今のところそういった報告は入っていないわ。その仕込みがあるなら籠城してくるかもね。決起に対応できるだけの兵はすでに配置済みです。黄金規模の反乱なら耐えきれないでしょう。しかしそれができるだけの人材はすでに三国のうちのどこかに仕官しているはずです。カリン様、城門が開きました。敵部隊各方向から展開してきます。そう、劉備たちがまだ、いや、出てきました。関羽張飛たちもついているようです。まずは絶戦ということね。何人かついていらっしゃい。はっ。僕も行きます。私も。カズト、あなたもいらっしゃい。そうよ。残る皆は敵の陣形に応じて配置を調整しておいて。シュウラン、ケイファ、リン、フー、判断は任せるわ。よい。ようやく出てきたわね、劉備。そうそうさん。やっぱり戦うんですか？ええ。そのためにここまで来たのだから。やめませんか？前にも言ったでしょ？その言葉を言っていいのは、我が軍より多い兵力を連れてきて、私たちを打ち倒した後だけよ。それとも、ここで私に下る？それはできません。あの時より少しは成長したようね。理想を振りかざすだけのお嬢さん。貴様、10日様を。口を慎め、関羽。何？この場は貴様の出る幕ではない。今、
私は王として劉備と対峙しているのだ。そして劉備も王としてお前たちの思いを背負ってこの場に立っている。そのことを忘れるな。曹操さん、あれからずっと考えてました。でもやっぱり私の考えは変わりません。この大陸に必要なのはみんなで協力して疲れた国を立て直すことです。そうね。その考えは正しいと思うわ。だったらけれど皆で仲良く協力して、そんな甘いやり方で立て直せるほどこの大陸は理想的にはできていないのよ。そうは思いません。そう。ならばそう思わない理由を聞きましょうか。私だってずっと戦ってきました。けど今は南蛮のみーちゃんとも仲良くなれたし、宗作さんとも力を合わせています。レンちゃんやネネちゃん、エンヤちゃんやキキョウさんだって戦ったこともあったけど、今はみんな仲間です。分かり合えるんです。分かり合えるか。それは最初から話し合って分かり合えたのかしら。あなたが南蛮や慶州の将を従えたことは知っているわ。そのやり方もね。けれどそれは力で打ち倒し、こちらの力を知らしめてからの服従でしょ。南蛮など7度も8度も倒さねばわからなかったと聞いているけれど。それは。あなたの理想の弱さは、話し合うことを一番と掲げながら、結局は拳を振り上げることにあるのよ。そしてその弱さは、あの時から何も変わっていない。拳を握ったまま微笑みかけてくる相手を誰が信じられようか。疑心暗鬼に駆られたまま従うことが本当に手を取り合って仲良くと言えることか。けどそれは曹操さんだって。ええ、同じよ。なら。けれど私はあなたのように拳を振り上げながら笑顔で近づいたりはしない。拳を振り上げることを高らかに宣言し、その言葉に従って拳を振り下ろす。そして今の疲れ切った大陸は、一つの強い意志に導かれた王に従うべきだと私は判断している。ぬるま湯の理想を追うのは、その王の下で国を立て直してからで十分だわ。違います。力で押さえつけたっていいことなんか何もない。袁紹さんや袁術さんと同じです。あのような愚か者たちと一緒にしないでほしいものだな、劉備。あれらは自らの欲望のみを求めたもの。同じにされるのは心外だわ。私は強き王のもと、国を一つにまとめたいだけ。そこに欲望などはない。強い王に導かれた国は確かに強いと思います。曹操さんはきっとそれができる人だと思う。ならばあなたも私のもとに下りなさい。しません。どうして？一つの柱だけで支えられた国は、その柱が折れてしまったらどうなるんですか？戦場で使う天幕のようにあっさりと崩れたりしませんか？なるほど。しかしそれは多くの柱に支えられた楼閣も同じではなくて？違います。支えてくれる仲間たちがいれば、もし私がいなくなってもその国は立派にやっていける。あなた。
私、曹操さんと違って何もできない王様ですから。アイシャちゃんやリンリンちゃん、シュリちゃん、そしてシェレンさんたち、みんなに支えられてここまで来たんです。あなたのところの将が優秀なのはよくわかっているわ。でもこの大陸の皆があなたの将のように賢く物分かりの良いものばかりではないのよ。わかってます。けど、それでも、私は理想を信じていたい。矛盾してても、おかしくても、それでも意志を貫けば、力を貸してくれる人が、理解してくれる人がいるから。そう。劉備よ、あなたの言いたいことはよくわかった。その言葉を聞いた上で、私の言いたいことも、あなたはわかるわね。自分の意志は、力で貫き通せ。結構。ならば、この終わりのない議論に決着をつけましょう。互いの力のすべてを振り絞ってね。春蘭。御意。全軍戦闘態勢。我が葬儀の新たな歴史、この一戦にあり。命を惜しむな、名誉を、そして我らの歴史に名を刻まれぬことを惜しめ。この戦い、遥か1000年の彼方まで語り継がれるであろう。葬儀の我門旗のもと、最後の戦いを行う。各員奮励努力せよ。アイシャちゃん、お願い。御意。曹操の野望を食い止められる者はもはや我らが蜀しかおらぬ。敵は強大されど、我らの団結をもってすれば打ち破れぬものは何もない。全軍戦闘準備。我らが子孫に永遠の平安をもたらすために。隆起のもと、私たちは私たちの理想のために戦う。みんな、頑張って。カリン様、敵の第一陣が接戦の合間にこちらの陣内に。勝つために手段を選ばぬか、劉備め。それだけ向こうも必死ということよ。相手が絡め手で来るなら。分かっているわね、春蘭。はっ、我らが葬儀に小賢しい罠など聞かぬ。覇王の意をもって打ち砕くのみ。関羽、兵の配置を軍師殿の計画通りに。分かった。タンポポ、エンヤ、関寧たちの攻めで浮き足立った兵を一気呵成に叩きのめせ。なんでこいつと。トーカ様のためでしょ。行くよ、納期。後でしばく。分かっているわ。どうか巻き込まれるわよ。総員突撃。